前章で示した限界点を踏まえ、本項では人格障害の理解と人間関係心理学という広いテーマを歴史背景、臨床エビデンス、実践対処法という3層に分けて掘り下げる。まず、人格障害という概念の起源をたどると、古代ギリシアのヒポクラテスが情緒の不均衡を書き残したことに遡る。中世ヨーロッパでは悪魔、鬼や道徳堕落といった宗教な解釈が主流だった。精神医学が体系化されるまでには長い時間が必要だった。19世紀後半、ドイツの精神科医ユングは個性の分裂を提唱した。これが後の人格障害分類の土台となった。20世紀に入ると、米国精神医学会が発行した診断統計マニュアル DSM で人格障害は大きく3つのクラスター A、B、C に分けられた。特にクラスター B は感情と衝動の制御が難しい。タイプとして反社会性人格障害 ASPD、境界性人格障害 BPD、自己愛性人格障害 NPD などが含まれる。これらは外見上は魅力で社交に見えることが多い。一方で、深層には共感欠如や自己中心な考え方が潜んでいる。マーサ・スタウトと隣人はサイコパス。米国の臨床心理士マーサ・スタウトは2005年に出版した隣人はサイコパスで、日常生活で出会うサイコパス傾向を具体例とともに示した。彼女は、サイコパスは人口の 1% 程度だが、職場や家庭内で影響力を持つケースは意外に多い、と指摘し、被害者が自ら防衛策を取る重要性を説いた。この主張は、単なる診断ラベルにとまらず、社会リスク管理としての人格障害理解を促すがきなものだった。自己愛性人格障害 NPDの形成過程。自己愛性人格障害は、幼少期に過度な称賛と同時に批判な養育環境が交錯した結果とする理論が多い。精神分析視点では、鏡像段階の失敗が自己価値観の歪みを招き、成人期になると、過剰な自己顕示欲や他者の感情を軽視する行動として現れる。臨床研究では、NPD 患者は脳の報酬系に異常な活性化が認められ、称賛を受けた瞬間にドーパミン放出が過剰になることが MRI 画像で示されている。この神経生物学裏付けは、単なる性格の問題ではなく、治療介入の必要性を示唆している。反社会性人格障害 ASPD と犯罪心理 ASPD は、幼少期からの規則違反や衝動な暴力が特徴だ。統計を見ると、刑務所収容者の 30% 以上がこの診断基準を満たすと言われている。歴史に有名なケースとして、20世紀初頭のアメリカで連続殺人犯として知られたジョージ・ハリスンが挙げられる。彼は自らを、社会の抜け殻、と呼び、他者の苦痛に全く罪悪感を抱かなかった。近年の研究では、ASPD 患者は扁桃体の活動が低下しており、恐怖や罪悪感への感受性が低いことが明らかになっている。境界性人格障害 BPD と情緒不安定性 BPD は感情の揺れが激しく、対人関係が極端に理想化と脱価値化を繰り返すことが主要症状だ。トラウマ体験、特に幼少期の身体、性虐待が高頻度で報告され、これがトラウマ結合という依存な情緒結びつきを作る。一度できたトラウマ結合は、加害者が時折示す優しさや保護行動で強化され、被害者は離れにくくなる。実際、BPD 患者の 70% が過去にガスライティング経験を語っており、これは加害者が被害者の現実認識を操作し、自己評価を下げる手法として機能する。ガスライティングと感情虐待のメカニズム。ガスライティングは言葉だけでなく、環境設定や情報遮断でも行われる。例えば、夫婦関係で一方が故意に家計簿を改ざんし、あなたは金銭感覚が乏しい、と非難することで、相手の自己効力感を蝕むケースが典型だ。心理学には、
被害者は自分の感覚が狂っているという混乱に陥り、結果として加害者への依存が増す。対策としては、客観証拠の保存、第三者への相談、そして何より、自分の感情は正当であると再確認する自己肯定感の再構築が不可欠だ。心理境界設定、サイコロジカル、バウンダリーの重要性。心理境界とは、自己と他者を区別し、感情や行動の領域を適切に管理する能力だ。境界が曖昧になると、他者の要求や感情に過度に同調し、自分の欲求を犠牲にしてしまう。境界設定の訓練法は3段階に分けられる。第1段階は、自己認識の進化で、日記や瞑想を通じて自分の感情パターンを可視化する。第2段階は、断言コミュニケーションの実践で、具体な要求や拒否をはっきり伝える練習を行う。第3段階は、境界維持の継続で、相手が侵入しようとした時に一貫した対応をとり、心理安全基地を確立する。共感欠如と神経科学視点。共感は認知共感と情動共感に分かれる。前者は相手の立場を知に理解する能力。後者は相手の感情を自分の感情として感じ取る能力だ。サイコパスや NPD においては情動共感が著しく低下していることが神経画像研究で示されている。具体には、前帯状皮質や島皮質の活動低下が観測され、これが他者の苦痛に対する自動な情動反応の欠如につながる。治療介入としては、ロールプレイや感情認識トレーニングが有効とされ、徐々に情動共感を刺激するプログラムが開発されつつある。感情回復のプロセスモデル。感情回復は単なる時間経過ではなく、段階な心理再構築を伴う。第1段階は、ショックと否認の期間で、被害経験を受け入れられない状態が続く。第2段階は、怒りと責任転嫁で、加害者への憤りが表面化する。第3段階は、交渉と妥協の試みで、自己防衛策を模索し始める。第4段階は、需要と統合で、過去の出来事を自我の一部として再編成し、将来への希望を描く。各段階で適切な心理支援が提供されれば、再発リスクが低減し、健全な対人関係が再構築しやすくなる。トラウマ結合と依存関係の循環。トラウマ結合は、加害者が時折示す温情や保護行為が被害者の脳内報酬系を刺激し、依存な情緒結びつきを強める現象だ。例えば、家庭内暴力がエスカレートした後に加害者が突然謝罪し、贈り物を渡すと、被害者は変わったかもしれないという期待感にとらわれ、関係を断ち切れなくなる。心理学には、このサイクルは完結強化の原理に基づき、予測不能な報酬が行動の固定化を促す。治療介入では、被害者が報酬と罰のパターンを客観に認識し、自己価値観を再構築することが鍵となる。自己防衛戦略の実践例。自己防衛戦略は、認知再構築と行動回避を組み合わせた包括アプローチだ。具体例は5つのステップにまとめられる。1、危険信号の認知。相手の言動に矛盾や攻撃要素があれば、即座に警戒サインとして認識する。2、境界宣言。口頭または書面で、許容できる行動範囲と不可侵領域を明示する。3、証拠保全。メールやメッセージの保存、会話の録音など、客観証拠を蓄積し、後の法手続きや第三者説明に備える。4、支援ネットワークの構築。信頼できる友人や専門家、支援団体と定期に情報共有し、孤立を防止する。5、段階撤退。直接対決が危険な場合は、徐々に接触頻度を減らし、安全な環境へ移行する計画を立てる。臨床介入と治療法の最新動向。近年、人格障害の治療は薬物療法だけでなく、心理社会介入が主流となっている。特に弁証法行動療法 DABT は BPD の感情調整に高い効果を示し、
世界に標準治療として採用されている。また、スキーマ療法やメンタライゼーションベースドトリートメント MBT が NPD や ASPD の認知歪みを修正する手段として注目されている。さらに、バイオフィードバックやニューロモジュレーション技術を併用した進行治療法は、共感欠如に関連する脳領域の活動を正常化する可能性を示唆している。社会啓発と予防教育の必要性。人格障害は個人の問題にとまらず、職場や学校、地域社会全体に波及するリスクをはらんでいる。そのため、早期発見と予防教育が不可欠だ。具体施策としては、教育機関における感情リテラシー、カリキュラムの導入、企業のハラスメント防止研修に人格障害の兆候認識を組み込むこと、公共メディアでの正確な情報提供が挙げられる。特に子どもたちには、自己肯定感の育成と、他者の感情を尊重する姿勢の両輪を育むことで、将来な人格障害の発症率低減が期待できる。抽象、統合視点から見た未来像、人格障害の理解は、単なる診断ラベルの付与に終わらず、個人の尊厳と社会安全を両立させる包括フレームワークの構築へ向かうべきだ。歴史に見ると、精神医学は、病理の除外から、機能適応の探求へと変容してきた。今後は、神経科学と心理学の融合により、個々の脳機能プロファイルに基づくパーソナライズド治療が実現し、同時に社会制度としての支援体制が整備されることで、人格障害を抱える人々も健全な人間関係を築く権利を享受できるだろう。最終には、マーサ・スタウトが提唱した隣人の中に潜むサイコパスを恐れるのではなく、適切な境界と支援を通じて共存できる社会を目指すことが我々すべての課題である。昔の精神医学は心の病気を切り分けて取り除くことばかりに集中していました。ジークムント・フロイトという人は心の中にある自分らしさと社会なルールのぶつかり合いについて語りました。でも当時の診断は外から見える行動だけを見ていたので、心の中にある感情の欠如や衝動を抑えられないといった問題は見逃されていたのです。第二次世界大戦の後、アメリカのエミール・クレ・ペリンという医師が人格障害という言葉を使い始めました。特に社会のルールを無視する人々をサイコパスやソシオパスと呼びました。この頃はまだ医師が患者さんを観察して判断していただけで、脳の中を画像で見るような客観なデータはありませんでした。1960年代になると、薬による治療が盛んになり、心の病気を生物学な根拠で説明しようとする流れが強まりました。ハロルド・ S ・カーネマンたちは、人間が持つ思い込みの癖、つまり認知バイアスを研究しました。そして、自分中心の考え方が、他人との関わり方をどのように歪めてしまうのかを実験で証明したのです。同じ頃に出版された隣人の中に潜むサイコパスという本は、一般の人に向けてサイコパスの特徴を分かりやすく伝え、日常に潜む危険に警鐘を鳴らしました。この本がガキだったのは、単に怖がらせるだけでなく、被害者が自分を守るための具体な方法を教えていたことです。例えば、加害者がよく使う、あなたは過敏すぎる、とか、私の意図は善意だ、という言葉のパターンに気づき、すぐに会話を切り上げるという技術です。これは今でも多くの支援団体が進めている基本の作戦です。最近の脳科学の研究では、サイコパスや自己愛性人格障害の人たちが持つ脳の機能の異常が見えてきました。fMRI という装置で脳を調べると、感情を評価したり、他人の痛みに反応したりする場所、例えば前帯微状皮質や島皮質、そして扁桃体の活動が低下していることが分かりました。つまり、相手に共感できないことは、脳の仕組みというレベルで説明できるということなのです。さらに遺伝子の研究では、セロトニンという物質を運ぶ遺伝子の変異が、衝動を抑えられないことに関係していると分かりました。生まれ持った体質と、育った環境の両方が組み合わさって、人格障害が起こるという考え方ができつつあります。
こうした科学な裏付けがあるため、今の現場では薬だけでなく、心理なアプローチが主流です。例えば、境界性人格障害による激しい感情の波を安定させるために、弁証法行動療法という方法が使われています。これは感情をコントロールするスキルを身につけ、人間関係での誤解を解いていくものです。また、自己愛性人格障害の人には、メンタライゼーションという治療が有効です。これは、自分の心の状態と相手の心の状態を区別して、正しく理解する力を養うプログラムです。さらに、反社会性人格障害の人には、認知行動療法と社会なスキルの訓練を組み合わせたグループ活動が行われ、再び罪を犯す確率を下げる成果を上げています。ここで、ガスライティングという心理な虐待についてお話しします。これは、相手の現実感をわざと揺さぶり、自分に自信をなくさせて、心理に依存させる手口です。例えば会社で、上司が部下に、君の仕事はいつも不十分だ、と繰り返し言い続け、成功してもそれを小さく評価するケースがあります。こうなると、部下は自分の能力を疑い、上司に認められたい一心で、無理な犠牲を払うようになります。結果として、職場全体のやる気がなくなり、辞める人が増えるという二次な被害が出ます。対策としては、会社の中に第三者のチェック委員会を作り、やり取りを透明にし、公平な評価制度を整えることが進められています。傷ついた心が回復するには、ただ時間が過ぎるのを待つのではなく、一人一人に合わせた計画が必要です。まず第一段階は、ショックと否認の時期です。ここではトラウマを刺激しないよう、刺激を抑え、安心できる場所を作ることが大切です。第二段階は、怒りと責任転嫁の時期です。この怒りのエネルギーを、ジョギングや武道などの運動や、絵足などの創造な活動に変えていくプログラムが効果です。第3段階は、交渉と妥協の時期です。ここでは、自分には価値があるという肯定な信念を再確認し、同時にリスクを管理する計画を立てます。第4段階は、需要と統合の時期です。自分の人生を一つの物語のように捉え直し、過去の出来事を整理することで、新しい自分を組み立てて直します。専門家は、この4つの段階に合わせて、サポートの強さを調整し、再発を防ぐ体制を整えます。相手への依存というトラウマ結合のループを断ち切るには、報酬と罰のパターンを客観に見るツールが役に立ちます。具体には、アプリを使って、相手からの優しい言葉と冷たい言葉を、いつ言われたか記録します。そうすることで、たまに優しくされることで期待してしまう、不自然なバランスを視覚に理解できます。このデータは、認知行動療法の時間に見直す材料となり、期待感にとらわれる仕組みを理性に解体する助けになります。また、地域の自助グループやオンラインの掲示板などで経験を共有し、励まし合うことで、孤独感を減らし、自分への自信を取り戻すことができます。自分を守る戦略を実践するときは、文化な背景に合わせた調整が必要です。日本社会では、空気を読むことが重視されるため、はっきりと拒絶するのではなく、申し訳ありませんが、現在は対応が難しい状況です。というように、敬語と柔らかい表現を組み合わせて伝えるのが効果です。また、証拠を残すことは非常に重要です。法律に触れない範囲で、録音やスクリーンショットを撮る方法を学び、正当に証拠を確保してください。支援ネットワークについては、地域の包括支援センターや精神保健福祉士と連携し、行政と民間の両方からサポートを受けるハイブリッドな形を作ることで、長期な安全が確保できます。離れるときは、家や職場を変えて物理な距離を置くだけでなく、SNS などの連絡先を消し、デジタル上の安全圏を作ることも推奨されます。最新の治療法として、ニューロモジュレーションという技術が注目されています。これは、頭の外から微弱な電流や磁気で刺激を与える方法で、共感に関わる脳の回路を活性化させることが報告されています。薬と併用することで、
感情のコントロールが難しい人の社会復帰を早める可能性があります。ただし、長期な影響や個人差についての検証はまだ終わっていないため、慎重な試験が必要です。予防教育の現場では、感情のリテラシーを育てるカリキュラムが必要です。幼児期から感情を表す言葉を増やし、相手の表情や声から気持ちを読み取る練習をして、共感の土台を作ります。小学生では、ロールプレイを通じて、ここまではいいけど、ここからはダメだという境界線を引く練習をし、自分の主張と相手への尊重のバランスを学びます。中学生以降は、ネット上の匿名性が引き起こすガスライティングやサイバーいじめのリスクについて、実例を交えて話し合い、デジタル時代の倫理観を身につけます。さらに、大学や企業の研修では、人格障害の兆候に早く気づき、適切に対応する手順を標準化し、ハラスメント防止策と一緒に導入することで、組織全体のリスクを減らせます。政策レベルでは、精神保健福祉法の改正により、人格障害の人への早期支援が義務化されつつあります。具体には、地方自治体が地域の専門家チームを作り、診断後のフォローアップと生活支援をセットで提供することです。また、地方の場では、反社会性人格障害を持つ受刑者に対し、出所後の社会復帰プログラムを必須にし、仕事や住まいを包括に支援する仕組みが導入されています。これにより、再び罪を犯すリスクを減らし、社会から排除されることを防ぐことが期待されています。将来には、ビッグデータと人工知能を使ったリスク予測モデルの構築が進んでいます。電子カルテや、匿名化したソーシャルメディアの投稿データを機械学習で分析し、人格障害の兆候を早く見つけることで、一人一人に合わせた予防な介入ができるようになると見込まれています。さらに、遺伝子編集の倫理な議論が進む中で、どの遺伝子がリスクに関わっているかを精密に解明し、将来に遺伝カウンセリングが提供される可能性もあります。しかし、技術が進歩しただけで全てが解決するわけではありません。社会全体が違いを認め合い、共感を育む文化を作らなければ、どんなに優れた治療法や制度も意味をなしません。そのため、メディアは人格障害に対する偏見をなくし、科学な根拠に基づいた正確な情報を発信すべきです。ドラマや映画でも、サイコパスや自己愛の強い人を単なる悪役として描くのではなく、彼らが抱える心の葛藤や環境要因を描くことで、視聴者の理解を深めることが求められます。最後に、個人でできるセルフケアとして、毎日感情の日記をつける習慣をお勧めします。感情の揺れや人間関係での出来事を文字にすることで、自分を客観に見ることができ、共感の心を育てる土壌が整います。また、瞑想や呼吸法などのマインドフルネスは、脳の活動を安定させ、衝動な反応を抑える効果があると言われています。これは、リスクを抱える本人だけでなく、周りで支える人にとっても有益であり、お互いに安全で健全な関係を築く基盤となります。このように、科学な知識、現場での治療、教育による予防、政策な支援、そして日々の実践が互いに補い合うことで、人格障害と共に生きる社会は成熟していきます。未来に向けては、様々な分野の専門家が協力し、根拠に基づいた統合な枠組みを作ることが不可欠です。そうすれば、かつて警鐘を鳴らされた隣人の中に潜むサイコパスという存在は、恐れる対象ではなく、多様性の一側面として学び合う対象へと変わり、誰もが安心して人間関係を築ける社会へと進化するでしょう。人格障害研究の歴史を振り返ると、19世紀末のエミール・クレペリンが、精神病理学なタイプ論を唱え、そこに自分中心な性質や衝動な特徴を書き込んだことが、現代の概念の始まりと言えます。続く20世紀初頭には、ジークムント、フロイトが自我の構造という理論の中で、ナルシシズムという概念を導入し、自己愛性人格障害を精神分析に解釈しようとしました。これらの歴史な土台が、現在の診断基準の策定に大きな影響を与えています。近年、
人格障害の理解と支援の方法が世界中で見直されています。特に注目されているのが、文化の違いが人格障害の現れ方にどのように影響するかということです。例えば、日本のように集団で行動することが重視される社会では、自分の感情を外に出すことが少ないため、境界線を引くのが苦手な人が、回避型や依存型の傾向として現れやすいのです。一方、アメリカのように個人が重視される社会では、自己主張が強すぎる人が自己顕示な行動をとることが多く、ナルシシズムの診断が相対に多くなります。こうした文化の違いを考慮しないで、西洋の基準だけで判断すると、診断が不足してしまう可能性があるのです。そのため、治療の方法も、患者さんの価値観や社会な期待に合わせてカスタマイズする必要があります。現在、文化に適応した心理教育プログラムの開発が進められています。実践な介入の例として、アメリカの大手大学病院で行われたスキーマ、フォーカスとセラピーの事例を紹介します。対象は30代の女性で、境界性人格障害と診断され、自己破壊な行動が見られる方でした。治療では、初期の段階で感情調整スキーマを再構築するために、認知の見直しと感情を表に出す練習を組み合わせました。6ヶ月後、患者さんの自己肯定感は3割も向上し、職場での人間関係のトラブルが大幅に減少しました。この結果は、薬だけの治療よりも、長期な再発防止効果が期待できることを示しています。また、デジタルの世界でも、ガスライティングへの対策が進んでいます。日本のオンライン支援団体が提供する、安全チャットモニターというツールは、ユーザーが入力したメッセージの言葉のパターンや感情のトーンをリアルタイムで分析します。操作な言葉遣いが検出されると、警告を出す仕組みになっています。このツールを導入してから、被害相談の件数は4割も減少し、被害者自身が早い段階で、真偽な境界線を確認できるようになったと報告されています。こうした技術は、ガスライティングによる精神なダメージを未然に防ぐ新しい防御層として期待されています。トラウマ、ボンドの形成メカニズムを解明するために、神経画像研究も活用されています。東京大学の神経科学チームは、心外傷後ストレス障害と反社会性人格障害を併発している患者さんを対象に、機能磁気共鳴画像装置を使った検査を行いました。その結果、被験者が加害者から不規則な高低な刺激を受けた際に、脳の瀬川紡錘状核と扁桃体の結びつきが強くなることが確認されました。これは、危険な関係でも、報酬系が過剰に活性化されるため、被害者が執着な依存関係を維持しやすくなる神経学な根拠を示しています。治療では、報酬最上権付けという方法が有効であると示唆されています。自己保護の戦略として、日常生活に心理チェックリストを取り入れる方法が有効です。チェックリストには、3つの項目を簡潔に書き込みます。1つ目は、自分の感情が不快に感じる瞬間。2つ目は、相手の言動が矛盾していると感じたとき。3つ目は、自分の価値観が侵害されたと認識したとき。毎晩寝る前に、これらを確認する習慣をつけることで、無意識のうちに溜まっていたストレス信号を可視化し、早い段階で境界線を引き直したり、支援を求める土台が整います。法制度の面では、2023年に人格障害者等への包括支援法が成立しました。この法律は、地方自治体に対し、個別支援計画の作成と継続モニタリングを義務付けています。従来の医療中心のモデルから生活全般を網羅する社会福祉モデルへと転換を促しています。特に反社会性人格障害を抱える若年層に対しては、就学支援と職業訓練を組み合わせた復帰パスウェイを提供する枠組みが設けられています。福岡県の試験な導入地区では、対象者の再犯率が導入前に比べて 27% も低下し、
地域社会の安全感が向上したと評価されています。今後の研究課題としては、ビッグデータ解析と遺伝子情報の統合が挙げられます。国内外の複数の大学が共同で構築した人格障害リスク予測プラットフォームでは、電子カルテの診断履歴とソーシャルメディアの投稿の感情分析結果を機械学習モデルに入力し、個々人のリスクスコアを算出します。初期の運用段階では、スコア上位 10% の被験者に対し、予防なカウンセリングとストレス管理プログラムを提供した結果、1年間の追跡調査で症状悪化率が5割も減少したという有望なデータが得られています。ただし、プライバシーの保護と倫理な配慮が不可欠であり、データ利用の透明性確保と十分な説明に基づく同意が求められます。最後に、個人が日常で実践できる感情リセット法の一例を紹介します。まず、深呼吸をして交感神経の活動を鎮めます。次に、五感に意識を向けながら、今ここに集中する短時間のマインドフルネス瞑想を行います。その後、紙に、今感じている感情と、それが生じた具体状況を箇条書きし、客観に整理します。このプロセスを1日に数回繰り返すことで、感情の波が穏やかになり、自己と他者の境界が明確になります。同時に、ガスライティングや感情虐待に対する抵抗力が自然と養われます。こうしたセルフケアは、専門な支援を受けている人だけでなく、周囲のサポーターや一般の人々にも広く推奨できる実践な手段です。社会全体の情動な回復力を高める鍵となるでしょう。